どうもつぶつぶやです。8月も下旬になり、日中はまだまだ真夏日和ですが、夜温が少しずつ下がり始めています。9月に入るといよいよ秋の足音がしてくる。そうなってくるとつぶつぶ多肉にとってのベストシーズンとなるので、もりもり増やすを楽しむ方たくさんいらっしゃると思います。ですが例年夏の終わりにもりもり増やすを楽しもうとしても、なかなか芽や根が出なかったり、思うように増えない方多いと思います。ポイントはなるべく元気なつぶつぶ多肉を増やしてあげる。どういった状態のつぶつぶ多肉が増えやすいか、そしてどうすればそういった状態にしてあげることができるのか、なるべく丁寧に楽しんでいきたいと思います。もりもり増やす準備始めます。それでは葉ざしができにくい状態がいくつかありますので、順番に対処方法を踏まえながら説明していきたいと思います。まずは灰色が著しく薄いつぶつぶ多肉、こういった多肉植物はちょっと葉ざしが難しいです。こんな状態、夏の途中まで元気にグリーングリーンだった多肉たちが夏終盤に差し掛かり、夏バテを起こし、さまざまな栄養が足りず、ちょっとお疲れモードになる場合があります。こういった多肉植物を見かけたら、なるべく優しい光、できれば風通しのいい日陰に連れて行ってあげて、若干栄養を与えてあげましょう。まずはおなじみのリキダスなどの活力剤をお水の中に1000分の1混ぜてあげてあげるだけで大丈夫です。それでも灰色がグリーングに戻らないときは、気温がまだまだ高いのですが、液肥結構おすすめです。ちなみに従来なら2000倍ぐらいに薄めて使うのですが、3000倍ぐらいに薄めて使うとより安心です。2000倍で液肥を与えても傷んでしまうということはないのですが、ちょっと、優しい茎になったり、若干肥料による徒長を起こしやすいので、3000倍から4000倍ぐらいがおすすめ。ちなみにリキダスなどの活力剤をあげた後に1週間ぐらい様子を見て、なかなかグリーングリーンと変化が見られない場合は、その後すぐハイポネックス原液をあげても全然大丈夫です。様子を見ながら活力剤や液肥を与えつつ、日陰で管理してあげればこんな感じ。だいぶ色づいてきます。そしてしばらくするとちょっと葉っぱを広げて、ふわっと徒長気味にはなりますが、こんな感じ。こちらベビーフィンガー×メキシコポルデンシス、すべて同じ品種です。ここまで灰色がグリーングリーンしてくると葉ざしめちゃくちゃできます。続いてはこちら、先ほどと同じく灰色がちょっと怪しいシリーズにはなるのですが、まずはこちらです。高温によったり、ちょっとした菌などで葉っぱが溶けている、こういったつぶつぶ多肉のこういった状態は葉ざしとても難しいというか、ほぼできないと思われますので、挑戦しない方がいいかもしれません。もしも挑戦するにしても、元気な葉っぱと離れた場所で葉ざししてあげましょう。こういった葉っぱが元気な葉っぱと重なり合うことによって、隣まで溶けてしまうことがあるのでご注意を。なのでたくさんの葉っぱを収穫して、溶けた葉っぱが間に入っているときはなるべく離しておいてあげましょう。葉っぱが元気なら溶けないことも多いのですが、つぶつぶ屋でもちょっと溶けた経験何度かあるので、なるべく重ねておかないのがおすすめ。こういった葉っぱで葉ざしをするよりも、お隣の元気な葉っぱ、葉の取り口が生き生きとしている葉っぱで葉ざし楽しみましょう。なので今の時期になるべく溶けた葉っぱを取ってあげて、風通しのいい場所に移動してあげて、土が乾いたらお水をあげるに水やりを切り替えて様子を見てあげましょう。葉ざしの適期、9月の下旬になる頃には元気な葉っぱが1周ぐらい増えているかもしれません。そしてこちら、一見元気そうに見えますが、中心付近の灰色がやや白いです。こういった葉も徐々にこの灰色が全体的に広がっていって、株全体が白くなっていくことがとても多いです。こちらも強い光や高温に長い間我慢していたのがちょっとバテている、そんな感じなので、
先ほどのこちらの全体的に薄い葉と同じように優しい光に連れて行ってあげて、ちょっとした栄養を与えてあげましょう。そうするとふわっと葉っぱは広がりますが、こんな感じ。こちらはふっくら多肉のアメジスチヌムの交配種、つぶつぶ葉で生まれたつぶつぶ交配です。ちょっと葉っぱが取れそうなので取っておきます。はい、こういった元気な葉なら葉ざしめちゃくちゃできます。ふっくら系のつぶつぶ多肉は葉ざしがちょっと難しいこともありますが、9月下旬の高温期なら、そして株が元気ならめちゃくちゃ増えますので、今までなかなか成功しなかった多肉植物の葉ざし、ぜひ挑戦されてみてください。最後にこちら、虫被害に遭っているつぶつぶ多肉はなかなか葉ざしが難しい、芽や根が出ない場合が多いんではないでしょうか。特にこういった黒い点々のあるハダニ被害の場合は、つぶつぶ葉でいうとハダニがいる中は出たことがないです。なので黒い点々を見かけてなかなかお水を吸ってくれないときはハダニ被害なので、こういった葉っぱを見かけたらまずはハダニをやっつけてあげましょう。詳しくはハダニ動画をご覧ください。ともう一つ、はい、こういった中心付近などに白い粒がついたり黒いすすのようなものがついているときは貝殻虫被害である場合がとても多いので、こういった症状を見かけたら貝殻虫と記載のあるお薬をシュシュッとかけてあげましょう。そしてかけてすぐではなく、かけてから10日ぐらいしてお水をあげた後に葉っぱがふわっと広がり始めたら葉っぱを収穫して増やしてあげましょう。まずは虫をやっつけてあげて、多肉たちがのみのみ成長できる状態になったら葉ざしおすすめ。おすすめで言うと、虫被害に遭った多肉は一旦今シーズンは我慢してあげて、春の葉ざしシーズンに増やしてあげるのおすすめです。秋のうちにもりもり復活してあげれば春にめちゃくちゃ応えてくれます。ということで今回は秋にもりもり多肉を増やす方、今から準備で成功率めちゃくちゃアップお届けしました。置き場所を変えたり、お水の中にちょっと栄養を加えるだけでびっくりするぐらい成長スイッチがしっかりと入ってくれて、秋にはこんな感じでもりもり増えるが楽しめます。それでは最後に質問のコーナー。コメント欄にいただいた質問です。イベントで購入した銀杏について、元気に育っていたのですが葉がポロポロ落ちてしまいます。白ボタンとの交配が関係しているのでしょうか。元気に育てるコツがあれば教えてください。素敵なご質問ありがとうございます。今銀杏を取ってきました。はい、こんな感じですね。ご質問にもあった通り白ボタン交配です。つぶつぶ葉で生まれたつぶつぶ交配、白ボタン×ザラチは白ボタンよりも爪の姿がシュッと美しいながらも力強い素敵なつぶつぶ多肉なのですが、ご指摘のあった通り白ボタン同様ちょっと高温期はパラッとなりやすいです。特に若い苗はパラパラ多肉になりやすいのですが、しっかりと根が成長しているとお水をあげても土があっという間に乾くのでパラッとなりにくいです。こんな感じですね。ちょっと中も見てみましょう。はい、こんな感じ。まだまだめちゃくちゃ根が詰まっているというわけではないのですが、パラッとなりにくい状態になっています。ここからもう1年植え替えずに育てるとめちゃくちゃ株ががっちりして、パラパラとは無縁のカチカチ多肉になってくれて、さらに個性を発揮してくれるのでお楽しみに。あとパラパラになるとちょっと増えすぎてしまう場合もありますが、そういった場合はちょっとさよならしても大丈夫だと思います。ご自宅で楽しめる量を楽しめば大丈夫。春や秋に寄せ植えすると1年間めちゃくちゃ可愛らしく楽しめるので、ご自宅から溢れそうな多肉たちは寄せてあげるのも結構おすすめ。銀杏をはじめとする白ボタン交配に限らず、根詰まりするとパラパラになりにくい場合が多いので、水はけのいい土を使ったり土の量をちょっと減らしたりするとパラッとなりにくいです。要するに
早めに成熟して土がしっかり湿るけど湿っている状態を短くすることによって丈夫な根が育ちます。それでは徐々に動画も秋模様となっていきますので、ワクワクの秋を皆様と一緒に楽しめたらなと思います。次の動画でお会いしましょう。